髪薄くなってきたんだけど、どうすればいい？諦めてください。でも単発にしてごまかす系のとか、金髪にしてごまかす系っていうのがあるんですよね。髪の毛黒いと、地肌が出ると、結構ハゲた感出るんですよ。わかるかな？結局黒に肌色が見えると、髪の毛が減ってるよねっていうのが見えがちなんですけど、ただ、これを金髪に変えると、地肌の肌色と似てるので、割とハゲ隠しになるんですよ。なので、だいたい40過ぎてから金髪に変えてる人というのは、所ジョージさんとかね、だいたいそういうことなんだなと思っていただけると、はい。割と年を取ってきた人は、それなりに金髪にしがちなんですよ。僕の場合は結構白髪が多くなったので、ハゲる前に白髪になるとうまく動かせるんですけど、だから、めぐみとしあきさんとか小坂井和樹さんとかは、白髪系ですね。白くなると地肌に色が近くなるので、よりわかんなくなる。髪真っ黒な人ほど薄くなると結構バレがちなので、白髪とか金髪に早めに逃げた方が結構安全っていうのがあるので。なので、ハゲを隠したければ、そういう手段もあるんですけど、でもうちの父はハゲてるんで、僕はもう20代の頃から僕はハゲるなっていうのが分かってやってたので、なので、ハゲたらハゲたな、ハゲたなっていう、諦めます。はい。ハゲるとはやっぱかっこ悪いよねという感覚はあるんですけど、年取ると肌も汚くなるし、シミとかもできるし、やっぱおっさん感は出るわけじゃないですか。なので見た目というのは年を取れば必ず悪化していくものなんですよ。おっさん好きの人とか、ババア好きの人は別ですけど、見た目が劣化すること、老化することというのに抗おうということ自体が、僕はそっちの方が恥ずかしいというふうに思っちゃうんですよね。50とかになってさ、20代とか30代に見えようと努力しているという方が、人間浅すぎない？では、別に見た目で戦うは、僕は20代とか30代とか10代は、見た目で戦うという特権があるから、むしろ僕は若者たちはそれを存分に使うべきだと思うんですよ。女子高生という肩書きいた方がモテるよねとか、男子大学生とかが元気そう、可愛いとかってモテるみたいな、若い人たちが自分たちの見た目の魅力、体力がありますとか、っていうのを身体的なルックスを使って結果を出すのは僕は全然ありだと思うんですよ。それは若い人の特権で恵まれてるから。でも、若くない人がそれやっても絶対に勝てないんです、20代に。美魔女とか言ってる人が、じゃあ、分かった分かった。じゃあ、美魔女かもしれんけど、お前20代女子横立ってみっていうのは、100人中100人分かれますよ。残念ながらおばちゃん。60代と美魔女比べたら、確かに若く見えるかもしれないけど、もう20代とか30代とか40代で横になった瞬間、金かけてるけどやっぱ無理だわっていうのになるんですよ。なので、基本的に見た目で戦ってはいけないというのを、いつかどこかで人は覚悟しなければいけないんですよ。30代が20代に見えるようにしたい。40代が30代に見えるようにしたい。10歳ぐらいはわかる。でもね、50、60になったら、もう30代には見えません。なので、50、60になったら、そっちの見た目で戦うのではなくて、中身だったり、発言だったり、人当たりの良さだったり、優しさだったり、実績だったり、見た目以外のところで他人に評価されるものを積み上げていこうという意識を40代のうちからやってください。50、60まで見た目できますって言って、で、そっから人間を中身だとか言っても信用されないじゃないですか。なので、もう僕は劣化するのは分かってるから、言ってる内容だったりとかで、なるべく評価されるようにしているんですよ。実は若い頃からね。僕、裏方専門なので、僕、見た目とか自分が表に出て何とかやるというのを評価されるのではなく、自分が作ったシステムとか、会社の仕組みとかっていう、そちら側が評価されるように動いてきているので、なので僕多分60になっても、あんまりビジネス的にやること変わんないんですよね。コードを書くとかっていう能力も下がるので、コードを書ける人とうまく仲良くして書いてもらう、気持ちよく仕事をしてもらうっていう環境を作るみたいな、っていう風なところになるので、別に身だしなみとか、そんなに頑張ってもしょうがないよねっていう。いや、僕ね、身だしなみ頑張んなくていい派なんですよ。落合陽一さんも、風呂2日か3日に1回しか入んないって多分言ってると思うんですよね。で、僕も普通に人に会わないときは、週に2、3回しか風呂入りませんって言ってるんで、なので、割と獣の匂いがするっていう、うちの彼女に言われたりしますけど、人に会うときはちゃんと臭いな、良くないなと思うので、お風呂に入るんですけど、人に会わなくて自分の部屋でいる分には誰にも迷惑かけないじゃないですか。獣の匂いがしたとしても何にも困らんので、
で、別に僕それでいいと思うんですよ。フランスの人って基本的に2日か3日に1回しか風呂入んないよね、冬はっていうのもあるので、なので、こちらに住んでるとそれが普通なんですよ。臭いのを隠すために香水という文化が生まれて、香水というものを世界中に言って利益を上げていて、香水っていうのは臭いという文化に慣れてるからこそ発生したんですよ。なので、そう、香水でごまかせっていうね。臭いのが当たり前だよね。でも社会的に何の問題もないよねっていう方が楽なんですよね。もちろん湯船浸かるの好きっていう人は、全然湯船に浸かればいいんじゃないかなと思いますけど、だからお風呂好きな人は全然入ればいいと思うんですよ。僕、別に毎日お風呂に入りたいと思わないんですよ。ただ、そう、獣臭い匂いがしたとしても、清潔感は大事です。清潔感と清潔は違います。清潔そうに見えるかどうかと、清潔かどうか関係ないですよ。なので、毎日風呂入ってても清潔感のない人っていうのがいるので、それは気をつけてください。はい。モテたいなら清潔感を出して面白い顔をできるようにしろという投稿を X で見たんですけど、バカすぎる人の会話はつまらないし、ブサイクすぎる人は清潔感出せないがじゃないですか。バカすぎてブサイクすぎる人は勉強や趣味で地味学しまくって尊敬するようにした方がいいので、どう思いますか？勉強できても尊敬されないですよ。35歳で未だにそう思ってるのは結構やばいと思うんですけど、学歴とか勉強とかって、社会が評価するのは20代までですよ。30過ぎて勉強できるとか言ってるやつは、やべえやつですよ。もちろん、資格を取って弁護士になりましたとかであれば別ですけど、資格を取るは評価されます。でも、勉強は評価されません。勉強って手段なんですよ。弁護士の資格を取るために勉強する。弁護士の資格を取った。これは目的。だから評価されるんですけど、弁護士の資格を取るために勉強しています。これ評価されないんですよ。それ手段だから。だから、学歴もそうで、東京大学に通ってました。東京大学に行くために頑張りました。これ20代ですよ。でも30になって分かった。22までは東大分かった。その8年間何してたのってなるじゃないですか。なので、ブサイクだから何とかしたいは分かるんだけど、その方向勉強は間違ってて、で、清潔感ってブサイクでも出せるんですよ。小綺麗な服を着て、服屋さんに小綺麗に見える服を売ってくださいって言って、売ってもらって、で、それを着て、美容室に行って、小綺麗に見える髪型にしてくださいって言うと、それっぽくなります。なので、実は金で買えるので、清潔感の方が実はコスパいいんですよ。勉強って勉強するのに時間かかるし、資格取るのに時間かかるので、実は清潔感が一番コスパがいいので、とりあえず清潔感から挑戦した方がいいんじゃないかなと思いますけども。そこら辺のその清潔感の出し方がわからない人が自分で試行錯誤して頑張ろうとすると、なかなか難しいんですけど、外注すればいいだけなんですよ。清潔感に関しては割と外注しやすいので、勉強すら外注できないんですけど、清潔感に関しては完全に外注できるので、そこはむしろ金で買った方が安い。コスパがいいっていう。なので、とっとと清潔感を金で買ってください。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。